さあ来週日曜日から開幕する大阪・関西万博で、万博会場のシンボル大屋根リングっていうのがあるんですけども、これを設計監修したのが実は北海道なんですよ。東神楽町ご出身の建築家藤本壮介さん、この方なんですね。で今日メディア向けの内覧会が開かれまして、 STB が単独インタビューをさせていただきました。入場ゲートからまっすぐ歩いてきますと、やはり一番に目に入りますのがこれですね。北海道出身のどさんこ建築家が作った大屋根リング、やはりすごい迫力です。そしてここを通る方々は皆さんうわーという声を上げています。迫り来る、そんな力強さがありますね。これが世界最大の木造建築なんですね。いやすごいわ。この中、建物に近づいてくるにつれて向こうの方から吹き抜けてくる風がすごく心地いいんですね。今日大阪はかなり暑いんですけれども、やはりここが日陰になることによって涼しさ、休憩場所としての役割もあるわけなんですね。中に入ったら空気が変わりました。まずこの屋根の高さに驚きますね。だいたい20メートルぐらい高いところではあるというところです。そして木々が幾重にも重なっていって、この芸術的な光景を生み出しているんですね。息を飲む美しさというのはこういうことを言うんですね。今大屋根リングの2階にやってきましたが、こんな感じになってるんですね。結構広い歩道です。そして上にもありますね。これ3階部分っていうんでしょうか。かなりやっぱり高いですね。そしてこの道がずっとあちらの方まで続いています。これが2キロ続いているということですね。果てしないし、やっぱりダイナミックですね。コロッセオみたいな、本当にこう全体像がパッと映らないぐらい大きなものなんですよね。この万博会場のシンボル大屋根リングを設計監修したのが東神楽町出身の建築家藤本壮介さんです。 STB では先ほど単独インタビューをさせていただきました。迫り来るものがある、ちょっとこうやっぱり北海道のあの雄大な感じと、少しこうあの光景を見た時と同じ驚きというか心を動かされ方があったんですけれども、そういったところっていかがですか？でもそう言っていただけるとなんか嬉しいですね。僕も高校まで北海道で東神楽で育ったので、やっぱり原風景として風景すごく広がりがあるで、空が大きい風景をこう見て育っているので、どこか全然意識はしてないんですけども、無意識の中でそういうものが現れている。で結果として、僕自身も出来上がった時は本当にびっくり、自分で見てびっくりしましたけれども、何かがつながってるのかもしれないですよね。僕の建築の一つのテーマというかイメージが森なんですよね。でそれは僕の実家の裏の森だったり、北海道のその白樺だったり唐松だったり、ああいう森の風景がどこかやっぱり自分の中にあって、でそれをそのまま建築にするわけではないんですけども、常に建築を考えるときに森の風景、あるいは森というものの在り方をすごく考えます。大阪・関西万博ではおよそ160の国や地域が参加し、それぞれの地域の魅力や最新技術を発信。もちろん日本国内の文化や最新技術にも触れることができます。北海道の方が関わっているというのも嬉しいところですよね。スシローの未来型の店舗入ってみましょう。ここは待合スペースですがすごいですね。これはもうデジタルの海が表現されていますね。魚を今から食べるっていう感じ、ワクワクしながらここで待つんでしょうかね。中はおしゃれです。一言で言いますと、これスシローの照明が吊るされてちょっとランタンのような感じになっていて、緑のぬくもりもある感じですね。あらおしゃれですね。そして席ですが変わらないボックス席です。そして座りますと気づくのがお寿司が流れてないということですね。そもそもレーンが動いておりません。動いているのはこの上の大きなモニターです。ここにお寿司が流れている。これをタッチして選んでいくというところなんですね。これが未来型のスタイルなんですね。
そしてお寿司は限りある海洋資源を守るというコンセプトで作られていて、乗っているウニは海で育ったのではなく陸上で養殖されたものなんです。またシャリは環境に配慮して育てられた北海道産のお米が使われています。大阪・関西万博は次の日曜日13日から10月13日まで開催される予定です。本当にワクワクする空間ですよね。まだちょっと全貌がわからない中でも、とりあえずまず万博に行ったら最初に目にするのがじゃあ藤本さんがデザインしたっていうか、大屋根リング大屋根リングってあれはゲートであり屋根でもあり通路でもあるっていう、いわゆるこの今回の万博の一番のシンボルですよね。前回の大阪万博の時には岡本太郎さんの太陽の塔っていうのがあれも今も残って日本の象徴になってるんですが、きっと次はこの大屋根リングが象徴であり、そして日本を代表する建築っていうことになるんじゃないでしょうかね。そうですね。藤本さんを含めこういった大阪・関西万博と北海道のつながりというのは他にもありまして、あさって金曜日のどさんこワイドの中でも改めてお伝えします。